皆さんこんにちは。今回は144分の 1HG グフカスタムを作ってみたいと思います。グフカスタムといえば08正体、リアルな戦闘シーンが見ものでしたね。このキットの箱絵にもそんな激しい傷跡がたくさん描かれています。今回はこのような荒々しい仕上げで作ってみたいと思います。部品の成形処理をご紹介します。それではパーツを切り出していきましょう。ゲートから少し離れた箇所にニッパーを入れてもう一度残りを切り取ります。そしてゴッドハンドのヤスリで整えます。400番から順に使っていきますよ。まずは400番、角を丸めないように常に平面を意識して動かします。続いて600番、少しずつ番手を上げていくことが大切だと思います。そして800番、手間はかかりますがこの作業は嫌いではないですね。最後は1000番、無心になれるんですよね。時計はリラックスのために作るものですからね。ゴッドハンドの布やすりは使い捨てではございません。メラミンスポンジに水をつけこすってこのように削りカスを取り除くと復活します。この通り長く使える良い道具だと思います。パテを使った隙間埋めをご紹介します。肩のパーツに合わせ目ができます。こちらの処理をご紹介しましょう。正確に合わせるためまずダボを切り取ってしまいます。次にドロドロ系接着剤を塗って少しだけ時間を置きます。少し時間を置くことでプラスチックが溶けます。そして圧着をするのです。通称ムニュと呼ばれるこれで隙間がしっかりと埋まります。さらにこの上からラッカーパテを塗ってみます。ラッカーパテは匂いがきついのでこのような容器に入れて使うと便利です。盛り付けは爪楊枝でも良いですがスパチュラがおすすめです。造形用のヘラですからこのような作業に最適なんですよね。パテはかなり引けますのでたっぷりと盛り付けておきましょう。乾燥には1週間は欲しいですね。その間は何か別の作業をしておくと良いでしょう。あとは削るだけです。ひたすら400番から順にヤスリがけを行っていきます。このような隙間に残ったパテは模型用ののみで削り取ります。最後にサフを吹いてチェックを行います。問題なく埋めることができたようです。瞬間接着剤を使った隙間埋めをご紹介します。この大きなガトリング砲ですが、この部分に合わせ目ができます。かなり大きな段差ですし細かい面の変化もあって難しそうです。瞬間接着剤にベビーパウダーを混ぜて埋めることにします。ベビーパウダーを混ぜることでプラに近い柔らかさになり削りやすくなります。使い捨てができる爪楊枝などで盛り付けていきます。硬化促進剤を使って盛り上がった状態で固めます。数分経ったら削り作業を開始します。まずは400番。平面のパーツですので金属ヤスリも使ってみます。大きく削れてしまうので注意が必要です。細かい段差は細い金属ヤスリを使用しています。これで大まかに段差は消えたと思います。ここで秘密兵器の登場です。スクレイパーと呼ばれるカンナ掛け道具です。これでピシッとした平面を出していきます。こんな感じであっという間にまっすぐに面出しができます。
ヤスリだと角が出にくい C 面処理もビシッと決まると思います。サフを拭いてチェックをします。うまくいったと思います。とても気持ちがいいですね。ヘアスプレーを下地に使う塗装技法を紹介します。それでは塗装に入ります。まずはパーツをクリップに挟んでいきます。下地はラッカー系のサフを拭きます。グレーに黒を混ぜました。普通に塗装していきます。特にコツなどはございません。そしてヘアスプレー層を挟みます。ケープを用意しました。そのまま吹きつけずに一度紙コップに移します。そしてエアブラシに移してから吹きつけます。このようにすることでヘアスプレー層を厚く吹きつけてしまうことを防げます。吹きつけるとこのように少し艶が出てきます。上から基本色を吹きます。タミヤアクリルをラッカー溶剤で溶いて使いました。上塗り塗料はいろいろな種類を使うことができますが、水性系をおすすめします。この技法は水が上塗り塗料を浸透する必要性がありますので、塗膜の強いラッカー塗料は向いていません。乾いたらすぐに剥がしを開始します。水を塗っていきます。この水が上塗り塗料に浸透して通過して下のヘアスプレー層を溶かすということになります。数分置いて水が浸透したら水に浸した爪楊枝でこすっていきます。小さい傷をつけるように心がけたいですね。金属製の毛書き針などで破片が当たった傷をランダムにつけていきます。そして油絵の具用の豚毛の筆でその傷を引っかかりにして剥がしていきます。このような小さな傷を数分で描き出すことができました。ヘッド部分ですが塗膜が大きく剥がれてしまいました。これでは精密感が薄れてしまいます。こういう時はですね、上塗り塗料を筆で塗ってあげます。細かく筆を動かしギザギザになるように修正します。この後半光沢クリアで全体を塗装して塗膜を保護すれば終了となります。ガトリング砲の塗装方法などは別の動画にしておりますのでぜひご覧ください。剥がせるデカールを貼り付けます。デカールを貼っていきます。通常のガンダムデカールとインレタのようなマークが描けるグッドマークデカールというものを使っていきます。この特殊なデカール、使い方は普通のデカールと同じです。切り出して水に浸します。長く水につけないで紙の上に置いて水を染み込ませていきます。このように動くようになったら OK のサインです。貼りたい位置に動かして水につけた綿棒で押さえます。あとはひたすらこの繰り返し。マークセッターを使うと良いかと思います。1日置いて乾燥したら剥がします。ナイフで引っかいてこのようにピンセットでつまんで剥がしてあげます。余白のないこんなに綺麗なマーキングを貼り付けることができました。慣れてくればナイフだけで剥がすこともできるようになります。半光沢でしっかりとデカール部分をコーティングします。これで終了です。ピンウォッシュ技法をご紹介します。ミスターウェザリングカラーのグランドブラウンを使ってエイジングを行います。
この塗料は攪拌せずに溜まっている顔料を取り出して使うのがおすすめです。このように中身を取り出し、薄め液で適度に整えて塗っていきます。塗る場所はこのような部品の境目になります。境目に強制的に影を描くことで、そのパーツを浮き上がらせるのが狙いです。墨入れはへこんだ箇所に暗い色を流しますが、この技法はもっとピンポイントで作為的です。塗り終わったら筆に溶剤を含ませます。筆が少し湿っている程度がベストコンディションです。これで先ほどのグランドブラウンをぼかしていきます。1箇所ぼかすと筆先が汚れますので、一度きれいにします。そしてまた別の箇所を作業します。こまめにきれいにする行為がとても大切だと思います。このまま雨だれ汚れも描いてみましょう。やり方は簡単で、縦にスッと伸ばすだけです。以上で終了です。こんな感じに変わりました。雨だれ汚れのやり方をもう一度、シュッシュとこのように縦に伸ばすのです。バーニアノズルにはラッカー系のチタン色を吹いてみます。内側の赤い部分はアクリル系のクリアレッドを使いました。下地がラッカー塗料ですから、筆で強く塗っても大丈夫です。最後にピンウォッシュ技法でエイジングを行います。細い線を縦に描き、これをぼかしていきます。黒い筋ができて表情がついたと思います。明るい色のピンウォッシュを行います。暗い色のパーツはどうやってピンウォッシュするのか。答えはマルチグレーだと思います。このように境目に塗っていき、薄め液でぼかしていきます。このグレーは静電気などで溜まったホコリ汚れに似ていますので、そのような箇所に施すと良いと思います。ただこの明るい色は少し癖があります。このように乾いてくると白く跡が残ってしまいます。こんな時は100円均一のメイクスポンジで境目を優しくこすってあげれば OK です。この明るいピンウォッシュは黒いハンドパーツに最適です。真っ黒のパーツの境目をしっかりと強調することができますよ。次はスパッタリングをしてみます。このようにランダムな汚しを加えることで筆跡などをカバーすることができます。ヘラで飛ばして筆先で少し潰していく感じですね。グランドブラウンも薄く溶剤で溶いて、関節などに飛沫を加えていくと使い込んだ足回りのような重厚感が高まります。脚部の汚れを施します。地上で戦うグフカスタム、下半身中心に砂ぼこりの汚れをつけてみたいと思います。使うのはこの2色、混ぜてエアブラシで拭きます。フェザリングカラーは粒子が大きいので器具に負担をかけます。2分落ちしたハンドピースを使うと良いと思います。足回りを中心に薄く拭きます。こんな仕上がりになります。次に溶剤をつけた筆で縦方向に拭っていきます。こんな感じで少し筋を残しながらムラに拭き取るのがコツだと思います。あとはメイクスポンジで整えておきましょう。出来上がりの状態です。これでも十分だと思いますが、もう一手間加えてみます。飛沫を飛ばしてまたぼかしていきます。
縦線にランダムな点々が入ることで自然な雰囲気に近づくと思います。さらにもう一手間、グランドブラウンを使います。この色を混ぜてもう少し暗い色を作ります。これは湿り気が残った状態を表現するためで、足の底部分に塗ります。境目を軽くなじませてあげます。飛沫を飛ばして輪郭をぼかせば足回りは完成となります。最後にメタルカラーを使って金属の表現を高めてみます。肩の塗膜が剥げている部分に塗っていきます。そして綿棒などで磨くとギラッと光ってくれますね。一部のパーツはこのようにリューターやヤスリで傷をつけていました。その傷跡に細かく色を塗りまして、小さい綿棒で磨くということになります。はい、以上で完成となります。いかがでしたでしょうか。傷を描くチッピング作業は小さく控えめに行うのが良いと思います。ヘアスプレー技法は作業時間が短く簡単な方法ですので、このような傷を描くことにおすすめです。ぜひお試しください。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。